皆さん、こんにちは。CVE デイリーのお時間です。本日2026年6月2日は、特に重大な脆弱性が4件公開されています。ワードプレスプラグインの権限昇格、ARM フワイズのバッファーオーバーフロー、オープンメドとスペースラブズヘルスケアセンティネルのリモートコード実行について解説していきます。本日は、どれも深刻度が高いクリティカルな脆弱性ばかりですね。ズンネー様。そうなのね。キリタン、クリティカルって聞くと、すごく心配になるよ。はい、今回は認証なしで攻撃が可能なものや、リモートから任意のコードを実行される可能性があるものが含まれています。それは大変だね。普通の人にも関係あるのかな？はい、関連する製品を利用している場合は、迅速な対策が求められます。それぞれ詳しく見ていきましょう。1つ目は、CVE2026-8206 です。ワードプレスプラグイン、キルティ、未権限昇格の脆弱性が見つかりました。CVSS スコアは 9.8 のクリティカルです。認証されていない攻撃者が、ネットワーク経由でこの脆弱性を悪用できます。ワードプレスのプラグインなんだね。これって、どんな被害があるの？はい、攻撃者は、パスワードリセット機能の不備を利用して、サイトに登録されている任意のユーザーのアカウントを乗っ取ることが可能です。これにより、管理者権限を持つアカウントが乗っ取られた場合、ウェブサイトが完全に制御されてしまう恐れがあります。それは怖いね。自分のサイトが乗っ取られるなんて考えたくないよ。この脆弱性は、キルティプラグインのバージョン 6.0、0から 6.0、6に影響があります。利用されている方は、速やかに最新バージョンへアップデートしてください。2つ目は、CVE2018-25427 です。ARM フワイズ 3.11 にスタックベースのバッファーオーバーフローの脆弱性があります。CVSS スコアは 9.3 のクリティカルです。これも認証なしでネットワーク経由で攻撃される可能性があります。バッファーオーバーフローって、どんな風に悪用されるのかな？攻撃者は IP アドレスやドメインの入力フィールドに意図的に長すぎるデータを送り込むことで、プログラムのメモリを不正に上書きします。これにより、結果として任意のコードが実行されてしまう恐れがあります。つまり、遠隔から勝手にプログラムを動かされちゃうってことだね。それは危険だ。はい、この脆弱性の影響を受けるのは ARM フワイズ 3.11 です。利用されている場合は、ベンダーからの情報に基づいて、速やかに修正プログラムを適用してください。3つ目は CVE2026-47117 です。オープンメドのバージョン 1.5 により前のものにリモートコード実行の脆弱性があります。CVSS スコアは 9.3 のクリティカルです。これも認証なしでネットワークから攻撃が可能です。リモートコード実行って、遠くから勝手に操作されるってことだよね。はい、その通りです。攻撃者は、プライバシーフィルターモデルのロードパスの不備を悪用し、悪意のあるモデルリポジトリを送り込みます。これにより、オープンメドサービスが動作しているシステム上で、攻撃者が用意した任意のコードが実行されてしまう可能性があります。認証もいらないなんて、すごく危険だね。どんな情報が盗まれたりするのかな？システム上のあらゆる情報にアクセスされたり、システムの改ざんや破壊が行われる可能性があります。オープンメドをご利用の方は、バージョン 1.5 に以降に速やかにアップデートしてください。4つ目は CVE2026-0611 です。スペースラブズヘルスケアセンティネルに認証されていないリモートコード実行の脆弱性があります。CVSS スコアは 9.2 のクリティカルです。これも認証なしでネットワーク経由で攻撃される可能性があります。スペースラブズヘルスケアセンティネルって、医療系のシステムだよね。影響が大きそうだね。はい、攻撃者は、非推奨のネットリモーティング HTTP チャンネルを悪用し、システム上で任意のファイルの読み書き操作を実行できます。これにより、ウェブシェルを書き込まれるなどして、システム上で任意のコードが実行されてしまう可能性があります。医療システムでそういうことが起きると、患者さんの情報とかも危ないのかな？はい、機密情報の漏洩やシステムの機能停止など、深刻な事態につながる恐れがあります。この脆弱性は、センティネルバージョン 10.5、
X 以降及び11、X、X、11.6、0より前に影響があります。バージョン 11.6、0以降にアップデートし、ポート8989が外部に公開されていないかネットワーク設定も確認してください。本日は取り上げきれませんでしたが、他にも16件の脆弱性が公開されていました。気になるものは NVD で詳細を確認してみてください。本日は、ワードプレスプラグイン、キルキの権限昇格、ARM フワイズのバッファーオーバーフロー、オープンメドとスペースラブズヘルスケアセンティネルのリモートコード実行の4件をご紹介しました。どれも CVSS スコアが 9.2 以上のクリティカルな脆弱性で、認証なしに攻撃が可能なものが多く含まれていました。どれも深刻な脆弱性だったね。自分の使っているシステムが影響を受けていないか確認することが大切だね。はい、影響を受ける製品をご利用の場合は、速やかにベンダーが提供する最新バージョンへのアップデートを適用してください。また、不要なポートが外部に公開されていないかなど、ネットワーク設定の見直しも重要です。定期的に情報をチェックして、早めに対策することが大事なんだね。キリタン、今日もありがとう。はい、ズンネー様、皆さんも日々の情報収集と対策を怠らないようにしてくださいね。